はい。皆さんこんにちは、岡祐介です。現在ね、台風19号が来てるということで、雨と風が半端じゃない状態なんですけど、もしかしたら、窓がね、すごい音がやばいかもしれないんですけど、ちょっとそこだけはね、気になさらず見ていただければなと思っております。先日ね、Twitter とか、その他 SNS 見ている方はわかると思うんですけど、僕がね、セブンに行ってきた時に、スマートフォンだけで撮った動画ってのを、公開しました。で、今までは僕デフォルトのね、このカメラで撮っていたので、あんまりそのアプリケーションとか撮影しているものに関しては触れてこなかったんですけど、今回はね、よりスマートフォンの動画をワンランク上げるために、アプリケーションを使って、撮影しました。このコンセプトっていうのもすごく素晴らしくて、誰でも簡単にシネマティックな動画が撮れるっていうもので、僕は今回ね、使用させていただいたんですけど、名前はね、フィルミックプロっていうね、アプリケーションになっていて、僕ね、購入したのは本当に2年ぐらい前で、かなり前なんですよね、購入したのが。で、そこからスマートフォンで撮るっていうね、ことをあんまりしてこなかったので、今となってね、結構スマートフォン動画を求めている方も多いので、こういった感じで改めて使用しております。で、今回は実際にセブで僕がフィルミックプロを使ってきた感想だったりとか、その自分の見解以外でもフィルミックプロの機能的な部分っていうのを皆さんにお伝えして、ぜひね、誰でも簡単にシネマティックな、動画表現をしてほしいっていう思いのもとね、今回は配信させていただきます。はい。こちら画面収録もしながらやっていこうと思います。はい。で、フィルミックプロ、こちらですね。かなりいい感じの、デザインとなってるんですけど、まずはね、こういった画面になっております。セブの場合は、オズモバイル3とかスタビライザーもつけずに、こういった全部手持ちで撮影しました。で、設定が60フレームの、フル HD、で撮影します。その他設定はオートです。けど、フィルミックプロってのは、通常の撮影だとコントラストとかシャドウとか全部下がってる状態で、かなり色味とかもね iPhone が自動で設定しちゃうんですけど、今回このフィルミックプロってのはログ撮影というものがついているので、ログはね皆さんに、もうチュートリアルとかでお伝えしてると思うんですけど、フラットな状態で撮ることによって色味を調整できたりとか、あとハイダイナミックレンジっていう、明るいところを調整したり暗いところを調整したりっていう、要するにその動画をグレーディングする際に幅広く調整ができるっていうものなんですけど、そういった専門的なログ撮影っていうものも搭載されております。はい。じゃあ早速一つずつね、見ていこうと思うんですけど、はい。こちらのギアマークですね。ギアマーク設定を押すと、こういった感じでいろいろといじれるんですね。で、一つ目から、まず、解像度ですね。フル HD、720p もあるし、1080p もあるし、もちろん 4K とかも収録ができます。はい。画角ですね。16対9とか、本当に1対1、インスタグラム用の正方形とか、4対3とか、いろんな画角を設定することができるので、そういった意味でもかなり融通は効くのかなっていうのも思います。で、今回僕はね、16対9、もちろん YouTube とか、スマートフォンで横で見るようにね、収録するので、16対9っていうのが結構デフォルトで多いです。はい。で、次、フレームレートですね。これフレームレートめちゃくちゃ重要で、以前の僕のね、チュートリアル動画でもかなりご説明してると思うんですけど、例えば、通常ね、再生する際って24フレームか30フレームだと思うんですけど、撮影するときも24か30になってくると、スローモーションが使えないんですよね。で、60フレームにすると、スローにできるので、より、シネマティックな表現に近づくのではないかなと思うので、皆さんはね、このカメラ設定で60フレームにしてください。で、これは、フィルミックプロだけじゃなくても、設定でね、iPhone のデフォルトでも60フレームに設定することができます。120フレームとかもできるっぽいですよ。で、オーディオとかも選べます。これね、iPhone マイクのバックとフロントと、ボトム。本当に下か、こっち側か、フロント、前向きかっていうものを選ぶことができます。僕一応ね、バックにしてます。外側でこうやって持つことが多いので。はい。あとはね、このファイル形式だったりとかも調整できます。はい。次にね、デバイスっていうボタンがあって、これは、このデバイスの、カメラロールに保存するか、このアプリケーションに保存するかっていうことも選べます。僕はね、エアドロップとかすごいしたいので、カメラロールに全て保存しています。ハードウェアですね。これ DJI の Osmo Mobile 3とか、そういった、ハードウェアを使う際にも連動して使うことができるということですね。なので僕とかね、Osmo Mobile 3とかめちゃくちゃ使うので、こういった意味では、このアプリケーションとデバイスと、あとハードウェアね、そこの連携がかなり強いかなっていうのも印象としてはあります。はい。
で、SNS の発信とかもかなり余裕にできて、あとね、スタビライゼーションっていうのがあって、手ブレ補正をしてないパターンとしてるパターンもあるんですよね。で、これ今見た感じ、スタビライゼーションを適用してると少しだけクロップされるんですよね。で、電子スタビライザーって少しクロップして、周りの縁をね、うまく電子で制御してるので、クロップするのは仕方がないかなっていうのは、思いますね。あとカメラですね。こちら。iPhone 11 Pro なので、広角の 13mm、ワイドの 26mm、テレレンズの 54mm とかかな。こういった3つの、調整ができます。あとはセルフィーっていうボタンもあるので、自撮りも簡易的にできますね。今自撮りされてるんですけど。で、この画面を使わなくても、この右側のこのボタンを押すことによって、上下ね。上にやればズームされるし、引きにやれば引き。今ね、台風なので会社にいるのは安藤君しかいないんですが、こんな感じで、引きとかズームとかも簡易的に選ぶことができるので、自分がね、好きな画角で設定して撮る。引きにして撮るっていうことが簡易的にできるようになっております。はい。次、トーチですね。こちらは照明です。マックスでこんぐらい。はい。照明は大事ですね。光量が少ないとノイズとか出てしまうので、なるべくこういったライトに頼って、高画質のね、動画を撮るように意識していただければなと思っております。次、グリッドラインとかも、出現可能です。ざっくりこのギアマークの説明をしたんですけど、このギアマークは正直普通ですね。ギアマークですごいと思う部分っていうのはあんまなくて、やっぱ何よりも強いのがグレーディングの部分なんですよね。これ左側のこの赤と緑と青のね、マークがあると思うんですけど、これを設定すると色温度を調整することができるんですね。で、ここもオートとか自分に合わせてやればいいんですけど、こっちのナチュラル、ダイナミック、フラット、ログ、V2 ってものがあるんですけど、これがめちゃくちゃ強いですね。僕は前回のセブではログ V2 で撮影しているので、かなり、色がね、フラットな状態で撮影して自分の世界観をね、後付けできるっていう意味でも、本当にかなりこのログ撮影にはお世話になってます。で、このダイナミックとフラットと、ログ V2 ってものは、アプリケーションを入れてからまた再度課金しなければいけないので、アプリケーションが現在1800円か。1800円で、このログを買うのにも1000ちょいするので、実質、このアプリケーションを買ったら3000円ぐらいは課金しなければいけないんですけど、このログ V2 ってのはめちゃくちゃいいので、スマートフォンでシネマティックな動画を撮りたい方ってのは、ぜひ、このね、ログ V2 も購入していただければなと思っております。で、ここでシャドウとかをいじったりとか、あとハイライトもね、いじれます。ログ V2 のね、デフォルト設定に合わせるのも全然いいかなと思うので、この調整をね、ぜひやってみてください。はい。で、その他、こういったマニュアルですね。マニュアル設定で撮ることができます。で、iPhone といえば全てオートにしてるイメージがあるんですけど、このフィルミックプロだと、シャッタースピードと ISO が調整できます。例えば、この左側のここで調整できたりとか、これ今シャッタースピードですね。シャッタースピードは60、フレーム数の倍がいいって言われてるんで、60フレームだと120フレームですかね。でも正直それをね、毎回その現場によって変えるってのもすごく難しいので、僕はここは完全にオートでいってます。で、これ赤マークになってるとマニュアルで調整できるっていうことなんですけど、これ白マークだと全てがオートです。明るさとかもオート、シャッタースピードもオートになるので、僕は常にね、この白モードで、設定っていうのはオートにしてます。ただ、色味だけフィルミックプロに助けてもらってます。で、この A ボタンをね、左下の A ボタンを押すと、ゼブラとかね、ゼブラっていうものを出現することによって、白飛びとかを可視化することもできたりとか、あとはね、フォーカスですね。FP っていうものがあって、フォーカスをね、確認することができたりとか、本当にかなりのね、細かな機能が搭載されているので、最近ね、スマートフォンでシネマティックに撮影するっていうことは、業界的にも盛り上がってきたりとかね、それこそ、ネットフリックスとかが、iPhone だけで映画を作ったり、Apple とかが CM でね、iPhone だけで作ったりと、スマートフォンでかなりね、ハイクオリティな動画が作れるようになってきてはいるので、こういったね、フィルミックプロを使うことによって、より専門的で、シネマティックなね、動画表現ができるので、ぜひ試してみてください。でね、言うてもね、これアプリケーション、携帯
はまた別なんですけど、アプリケーションで3000円ぐらいなので、高い機材をね、購入して撮れないっていう方とかは、まずはね、練習として、こういった iPhone でシネマティックに撮影するってことをすごく僕はお勧めしたいと思います。今までね、iPhone のデフォルトカメラで、すべてオートで撮ってたんですけど、このフィルミックプロっていうものを入れることによって、色味だったりとか、その他設定っていうのがね、かなり幅広く調整できるので、こういったフィルミックプロっていうアプリがあることによって、表現の幅もね、かなり広がるんじゃないかと思ったので、本当にね、フィルミックプロだけじゃなくて、Adobe Rush とか、あと編集ソフトでいうインショットとかいっぱいあるので、そういったね、スマホのアプリケーションを使用して、いかにクリエイティブな表現ができるかっていうものを僕はね、今後ね、追求していこうと思うので、ぜひね、今回の動画、感想等ある方はね、コメントいただければなと思っております。はい。で、フィルミックプロは、編集ソフトではないので、編集まではできないんですよね。編集は、例えばインショットとか Adobe Rush とかになってしまうので、そこら辺のチュートリアルとかも、後日やっていこうと思っております。そんな感じで、フィルミックプロのね、紹介だったんですけど、本当にすごく、使いやすくていいアプリケーションだったんで、皆さんぜひ試してみてください。はい。じゃあそんな感じで本日のね、動画も以上となります。本日はどうもありがとうございました。